皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。いやー、7月初日に来ましたけども、にぎわってますね。国宝効果もあるでしょうか。今日は昼の部は、團十郎さん成田屋中心とする新歌舞伎18番、そして夜の部はこれは高麗屋を中心とする鬼平犯科帳プラスアルファです。ということで7月歌舞伎座楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それではこれから私のランキングを発表します。私のランキング、3つの観点でつけてます。まず1つ目、私のドーパミンが上がったか、感動したか、ワクワクしたか。そして2つ目、私がもう一度見たいか、歌舞伎座に来てみたいかという観点。そして3つ目、初めて見る方、歌舞伎初心者の方におすすめしたいかという3つの観点で選んでます。それでは今日は第1位から3位を発表します。本当に皆さんいろいろ意見があると思います。これは私のあくまでも感想をもとにした意見です。さっき言った3つの観点もあります。第3位は船弁慶です。今船弁慶が終わりました。いやー、後半ダイナミックでしたね。團十郎さんのこの友盛、いやーすごかったです。この前半と後半のこの対比が良かったです。静と動、そしてそれをつなぐ義経の虎之助さんも良かったです。場内終わってからも大拍手でした。物語は、兄の頼朝の逆鱗に触れた義経は九州へ落ち延びていく。大物の浦から船に乗ろうとしている義経が静御前も連れてこうとしてるんで、説き伏せて、静御前を都へ返すことにすると。で静御前別れの舞をこの弁慶の言葉に従って、義経の前で舞う。この静御前も團十郎さんやってます。こちらはとてもスローで静かで静でひたひたと悲しみを表すという感じでしょうか。そして途中愛狂言で梅玉さんが出てきます。梅玉さん、巳之助さん、そして福之助さん、これがまたいいアクセントでした。少しコミカルで、住吉踊りも出たり、船を出そうとするんですけども、嵐の中で一生懸命こうでも進まない、そんなシーン描いてました。そして最後船が海上に出ると大嵐となって、で鎧姿のこの壇の浦に沈められたはずの平友盛が出てくる。そして襲いかかる。幽霊なんで、足音をさせないで、暴れます、踊ります。途中渦に巻き込まれるように体をくるくると回しながら大薙刀を振り回します。襲いかかる。でもその中でも虎之助さんの義経、冷静です。冷静に。その時義経少しも騒がずと自ら言います。松葉物で物の舞台を模してるんですけども、トランス状態に入れるように太鼓、そして鼓、そして横笛がガンガンビートを刻みます。その中で暴れ狂う友盛。でも弁慶、これを右團次さんやってました。弁慶の数珠の祈りに負けて
くるくると回りながら花道を去ってきました。いやビームのような眼力、まき散らしながらすごい怒り無念さ表しながら去ってきました。実はこの、基本の話は義経千本桜の中の怒り友盛、これを10月に歌舞伎座でやります。ぜひそちらも見てください。この札弁慶と義経千本桜の友盛を対比させてみるととても面白いと思います。でもこの札弁慶はお能ベースなんで、前半のこの静かなところからぐーっと盛り上がるこの落差がいいと思います。よかった船弁慶。以上船弁慶のレポートでした。川竹黙阿弥サグです。第2位は昼の部4演目目もみじ狩りです。今もみじ狩りが終わりました。音楽の方は常磐津長唄竹本という珍しい三方掛け合わせ、そして團十郎さんに加えて幸四郎さん、そしてぼたんちゃん新之助くんが出てくるというもう総力戦でした。なかなかすごいもみじ狩りでした。場内大満足だったんじゃないでしょうか。昼の部最後の演目でした。あらすじとしては、これは平のこれ餅、これを幸四郎さんがやってます。これ餅が従者2人を連れて、信州の戸隠へ行くと。でもみじ狩りというもみじを見ると、場内本当にオレンジと赤のもみじでいっぱいでした。そして途中で更科姫に会うと。で主演に招かれると。その中の一人にぼたんちゃんもいるんですけども、なんとお豆蔵さんもいました。お豆蔵さんコミカルな味を出してました。そして酒を飲んでるうちにみんな眠ってしまうと。その中で、山の神が出て、新之助君やってますけども、実は更科姫こそ、戸隠山のこの鬼女であると、鬼であるということを知らせる。そして目覚めた衣餅の前に美女たちも見えない。そして主演の跡形もない。で従者は逃げてしまったと。そしてこれ餅一人残ったところ、そこに鬼女鬼が現れる。先ほどまで美しい更科姫だった團十郎さんがこれは鬼になって現れると。でこれ餅と戦う。最後はこの鬼も松の木の間に登って、みんなで見栄をして終わりました。團十郎さんのこの更科姫、赤姫、ですけども、意外と色っぽい、でも初々しさも残ってるという、絶妙でしたね。顔はこの間の国宝の横浜流星思い出せせるちょっと鋭い系の美女なんですけども、色気もあります。それも見せながら流し目も送ったりしてる。いや意外に美しかったです。そしてこれ餅が寝てると見るや急に男言葉になってガーンと、足を鳴らす。でも起きない。そんな團十郎さんを見れます。初日だからだと思いますけども、これ餅の幸四郎さん、烏帽子を取るときにカツラが取れそうで危なかったです。そして鬼になってから團十郎さん、これは、ライオン丸のように髪の毛が茶色だ、そして衣装もオレンジだという鬼女でした。
でこれ本当に音楽が常磐津、長唄、竹本が、一緒になって聴けるんで、とても豪華です。ソプラノ高いところを常磐津、そしてテノール真ん中を長唄、そして低音バスを竹本がやるという豪華な舞台です。そして作品のこのノリというのを決めているのは常磐津の縦三味線だそうです。花道の長さとかで、このノリというのが変わるそうです。6月の19日に、私の募集している講演会で常磐津和栄太夫さんから教えていただきました。そしてどうもありがとうございます。今どうもまた見てください。声かけいただきましてありがとうございます。で特に今最後もう三者みんなが鳴らすと音が聞こえないそうです。実は竹本のバチを見ながら声を出しているなんていうことを和栄太夫さん言ってました。ちなみにこういう歌舞伎をもっと知るための会を7月の17日にやります。7月の17日木曜日、世田谷文学館で14時から16時にやります。今度のお話、国立劇場の織田さんの話聞きますけども、8月の男立ばやりについてお話をしていただく予定です。よろしければ7月17日の織田先生の講演会応募してください。あと驚いたのが、ボタンちゃんうまい踊りがですね、ボタンちゃんのしなやかさで、あれはやっぱり女性ならではの踊りだと思います。うまい。品の作り方とかも清楚としてうまいという感じがしますので、ぜひ見てください。あと常磐津和栄太夫さんによると、このもみじ狩りの話、2枚の扇子使います。九代目團十郎でも10回に1回は失敗したそうです。今日は13代目團十郎さん成功してました。ということで、もみじ狩りのレポートでした。そして栄えある第1位。第1位は夜の部最後の演目、蝶の道行きです。染五郎さん、團子さん、おめでとうございます。素晴らしかった。今蝶の道行きが終わりました。すごいものを見てしまいました。染五郎さんと團子さんやりましたね。初めて玉三郎さんの騒ぎ娘を見た時と同じぐらいの衝撃です。2人で踊る詐欺娘という感じがしました。特に初めて見る方、この踊りの前にある背景を知っているととても感動が増幅されます。物語、まず大和の国に住む軍事兵の息子の助国、これが染五郎さんです。そして越の勘左衛門の妹の小牧で、2人相思相愛だと。でも親同士が憎み合ってると、ロミオとジュリエットのようですね。で勘左衛門が小牧の望ざもを叶えようと軍事兵の屋敷に妹を連れていくと、嫁にしてほしいと。でも軍事兵は嫁にできないと断ると。でそっからがすごいんですね。勘左衛門、自分の妹を手にかけて、その妹の首を軍事兵に差し出す。そうすると軍事兵も自分の息子の助国の首を持って現れると。2人が自分の大切な人の首を取ってお互いに持ってくる。なぜかというと、それぞれの元の主人の北畠幸恵之助を救うために、その恋人の身代わりにその妹の小牧の首、そしてその幸恵之助の首の代わりに助国を使うと。
すごいですね。親同士が、そうやって、自分の昔の主君のために、義のために自分の最愛の息子、そして妹を殺してしまう。そしてこの踊りはその後から始まります。儚く世を去った助国と小牧の魂が蝶になって出てくるというところから始まります。この背景にあるストーリーを頭に置いてください。そして踊りは最初の、詐欺娘のようにブルーのライトの世界から始まります。真ん中から團子さんが出てきます。そしてすっぽんから染五郎さんが出てきます。そして蝶のように、詐欺のようにその手の使い方ありますね。このように羽を動かしながら踊り始める。2人息ぴったりですね。驚いたのは團子さんもう微笑んでるんですね。染五郎さんも途中微笑む余裕があります。でも團子さんそのうちに顔に汗をかいてくる。でも目の周り薄く紅が塗られて、ピンクに染まる。そして汗で髪の毛が團子さんの髪の毛が頬に張り付く。色っぽい。結構頬に張り付いたままでもずっと踊ります。そして2回以上超えます。途中パーッと花の水色とピンクの衣装になります。そして最後は蝶の2人で衣装になる。地獄の責め苦を味わう。詐欺娘の詐欺が苦しむように2人で苦しむ。後ろにも引っ張られる。そして最後はすごい團子さん後ろにのけぞって息絶えます。それに染五郎さんが優しく重なって果てる。感動です。本当に最初の三味線も良かった。これ流れなんですけども、その前に鬼平犯科帳で散々録音の音を使ってるんで、本当にこの三味線の生の音、中心が豊沢長一郎さんでした。三味線素晴らしかった。特に国宝を見て歌舞伎を見てみようと思った方、国宝の最後の詐欺娘思い出す。そして道成寺で2人の菊男と俊介の愛の形を思い出す。美の世界に酔う若い2人の愛の世界に酔うというすごい蝶の道行きでした。これは絶対見てください。ということで今日は7月歌舞伎座初日からお届けしました。7月の歌舞伎座昼の部は新歌舞伎18番成田屋さんが中心の演目が4演目揃いました。そして夜は高麗屋さんの鬼平犯科帳を中心としてプラス蝶の道行きでした。素晴らしかったです。ぜひいろいろ歌舞伎座を探検してみてください。じゃあぜひいいねもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 LINE 公式も毎週月曜日出してますんで、登録してくださると嬉しいです。毎週月曜日に皆さんに有用な情報、歌舞伎文楽、落語など、日本のドラマチックな情報をお届けしてます。ということで7月歌舞伎座からでした。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。それではまた。